皆さんこんにちは。今回の動画ではニコン ZR、しばらく使ってみてですね、良かったところ、それから改善してほしいところ、気になったところっていうのをひとしきりですね、まとめていく感じでいこうかなと思います。はい、じゃあニコン ZR のですね、良かったところをまずまとめます。やっぱりですね、このサイズ感がすごくコンパクトにまとまっていて、コンパクトにまとまっているんですけど、レッドのね、ローまで 6K のローまで取れちゃうっていう本格的なロー収録ができるのに、コンパクトであるっていう、やっぱり FP みたいなねところがやっぱり最大の特徴で、やっぱり良かったところで、その FP よりもモニターでかいから別で使うモニターつける必要ないし、オーディオ機能も32ビットフロートで強いし、レンズも何でも使えるし、ローがそのまま内部記録できると。でバッテリーもかなり持つっていうところがあってですね、やっぱり旅行系ですよね。結構遠出したりロケしたりする時の、スタジオ系っていうか旅行系で、撮影がメインじゃなくてもこれだったら持ってきるロー収録を持ってきるっていう感じの、具体的にどんだけ持ちやすいかっていうと、このグリップがないのをやっぱり持ちにくいとみんな思うんですけど、グリップがないことによってすごく持ちやすくなるんですよね。こういう、バッグがあるとするじゃないですか。でレンズをこういっぱい入れますよね、こういうところにね、こういうところに。一眼だと大体こういうところに入れますよね、こういう大きめのところ。例えば Z6 はここに入れたり、こっちに入れたりしますよね、普通一眼系は。それがですね、この狭い方のなんつうの、レンズより下手したら狭いところに入るんですよね。これが例えばオールレンズだとしたらこういうところに入れたりすると思うんですけど、これはリュックのところでもそうなんですけど、こういう風に入ってでなんかこう引っかかるところがないから、すごく取り出しやすい、出し入れしやすいっていうところ。一回カバンに旅行してて、一回カバンにちょっとしまっとこみたいな時に、やっぱり出そうみたいな時に、しまう出すっていうのがものすごく早くやりやすいっていうところで、やっぱりこう旅行に携帯していく、お出かけに携帯していく時に持っていけるサイズ感、フルサイズで唯一ぐらいの持っていけるサイズ感だなっていう時ですことが思いましたね。がやっぱり最大の取り柄っていうか、あともう一個好きなところで言うと、スチールにのした時のシャッター音ですね。はい、これ結構好きです。でまた、いいところは、外で使ってる時に、やっぱりファインダーがない機種っていうのはですね、ピーカーの時はファインダー本当に欲しくなるんですけど、やっぱりですね、このモニターの輝度、普通だとこれぐらいなんですけど、このハイの2まで行くと外でもね、やっぱりしっかり視認できて、4インチだし、このモニター明るいしっていうところでファインダーなくてもいけるんですよね。ファインダーあるとまたここ1個膨らむから、その分モニターの機能がこう画面いっぱいですごく見やすいっていうところで、やっぱりモニターが輝度が高いっていうのがすごくいい。でやっぱり32ビットフロートの録音が取れるっていうこと、マイクつけてないんですけど、マイクつけなくても、32ビットフロートでもうクリップしてもゲインを毎回調整しなくても、いきなりね、交通量の多いところで音量がでかいところになっちゃってもクリップしない、取れているっていうところはすごく安心ポイントですね。で電子シャッターだからローリングシャッターどうなんだと思うんですけども、やっぱり読み出し速度めっちゃ速いんで、なんつうんですかね、ほぼ気にならないぐらいの読み出し速度ですか、ローリングシャッター。ですかね、一応これ部分積層センサーつって積層センサーじゃないですか。普通のそのメカシャッターを搭載してない他のカメラ、例えば FPL なんかとか FP とかと比べてもローリングシャッターすごく少ないんで、出ないわけじゃないんですけど、非常にそこはやっぱり良かった。安心して大丈夫。普通の電子シャッターのみのカメラと比べてローリングシャッターはあんま気にならないから、すごく安心して大丈夫です。これはだからムービーの方でも、そんな気にならないですね。っていうのがありまして、もうこれで完結しているっていうところがやっぱりすごいです。これで完結している。何もアタッチメントつけないことで全部内部収録、内部バッテリー、シルも取れる。ローまで取れる。でこのサイズ感で浅いと。なのでこれだけ持っとけば一応全部対応できる的な凄さ、日常でも使えるし、もちろん仕事でも使えると思います。でここからがですね、気になったところ行くんですけど、気になったところはですね、
僕が気になるところっていうのは結構他の人が気にならないところも気になったりするんで、あくまで個人的な意見で、ファイモアップとかで改善したら嬉しいなっていうところを含めて、まずですね、ボタンを押してからのレックのこの開始がちょっと他のモデルよりやっぱ遅いなと思います。その押してからレックが何秒後に始まるかっていう話じゃなくて、押した時のリアクションの話なんですよ。例えばブラックマジックとか FP とか使ってると、押した瞬間にレックに切り替わるんで、実際の録音が開始時間はどのモデルも遅れてるのかもしれないんですけど、押してからこの赤枠を表示するのにもっとすぐ表示してほしいんですよね。で、録画開始本当はしてないのに赤枠表示するっていうことは、本当は撮ってないのに撮ってるかのように見せるフェイクがないっていうところでニコンは非常に誠実なんですけど、これがねちょっともうちょい早く反応してくれた方が嬉しい。で、これはですね、音が鳴ってるとあんまり気にならないんですけど、音を消したいんですよ結構僕はね。で、今このレック開始の電子音を低い方の音の一番小さい2個目ぐらいに小さい音にしてるんですけど、これね、音を消したいなって思って消したら余計気になるんですよね、レック開始までの時間が。このリアクションをね、もう少し、嘘ついてもいいから、音ない時でも赤枠を先に表示してほしいっていうのが僕の。で、押した後レックの終了も遅いですよね。ちょっとね、レックの終了もすぐ終わらせてほしいんですよ。せめて UI だけでもやってほしい。嘘でもいい。で、もう一個なんですけど、絞りダイヤルっていうのがあってですね、これはです。で、これ純正レンズをつけた電子絞りの方の話なんですけど、こうやって今絞りまくってるんじゃないですか、16で。で、今暗くなりましたよね。マニュアルで撮影してるんで。で、開放にしたいなって時に開放にしていく。このね、絞りが実際に動くまでのタイムラグっていうんですかね。それはちょっとレンズの、なんていうんですかね。レンズのなんかその設計の話でもあるのかもしれないんですけど、かなりラグがあるんですよね、操作した後絞りが動くのが。例えばこの今撮ってる FP だとパシパシいくじゃないですか。パシパシいかないっていう点でこれはいいことなのかもしれないんです。絞りの反応をなんか遅いなって、早くしてほしいなって僕は思いました。で、あとはフォーカス拡大レバーがここにあってフォーカス拡大がしやすいように、なってるんですけども、拡大した時に結構今分かります？拡大した時に僕フォーカスフレームマニュアルフォーカスの時つけてないんで、拡大した時になぜか右の四隅にフォーカスフレームが来てしまっているんですよね。でここを押せば戻せるんですけど、結構なんかしない時には触っちゃってることが多くて、この拡大フォーカスがね、これちょっと嫌ですね。でなんか移動するのもなんかもうちょっとここをシームレスに動かす、せっかくタッチの UI なんでそういう風にしてほしいなって思いました。フォーカス拡大しやすいはずなんだけど、結構フレームが脇に行ったりしてて一瞬ではないから、そんなやりやすくもないなって思いました。慣れればいいんかもしれないです。慣れればこれだから押して中心に戻すとか、拡大してからこうやって横にずらすかとかっていうのはあると思うんですけど、横にずらす時の UI もそんな良くないなって思います。はい、でまた今度はメニュー周りの項目なんですけど、例えばなんですけど、音声入力感度をですね変えましたと。はい、変えました。で戻りたいですっていう時に、せっかくタッチの UI なんで、なんかね、こういう他のとこも押したらもう戻してほしいんですよね。ここを押さないといけないんですよ。でちなみにこれ半押しで、これ他の方も言ってたんですけど、半押しで戻るじゃないですか。そうするとなんと反映されてないんですよ。これ結構なんて言うんだろう、直感的ではないなって僕は思います。もちろん決定ってここに書いてあるから決定を押せばそれは反映されますけど、こうやったらでもう戻ったら反映してほしいんです。はい、この決定だけ押さないといけないっていうのが結構しんどいですね。半押しで戻ったらそれでもう反映してほしいし、これ設定変えた後になんかこの辺押したらもう戻してほしいです。反映した後っていうふうに思いました。だからそのタッチがしやすい画面にはなったんだけど、
タッチの UI っていうのがもう少しこういうとこ押したら戻るとか、拡大し2本の指でこうやったらなんかこういう動かし方になるんで、フォーカスフレームもなんかもうちょいないかな、もうちょいやりやすい方法。もちろんアップルの方が全然金あって、これ開発費の金額の問題でもあるかもしれないんですけど、アップルもバチクソそっちの UI には金かけてるし儲かってるんで、iPhone と比べるとそれは難しいかもしれないんですけど、一応これは感想としてね。でまた別の項目としましてはですね、ローで撮影してる時ですね。でレッドの方のローで撮影してる時なんですけど、 R3D NE じゃない時はこんな感じでピーキングが来てますよね。ピーキング来てますよね。ピーキングが来てるのがレッドのローにした途端にピーキング効かなくなるんですよ。でこれはまだいい。で、レッドのローで何もできなくても僕はレッドのローを使って撮るんですけど、これローで撮り始めるともうシャッタースピードは変えられないし感度も変えられないですよね。絞りは変えられるんですけど、感度とシャッタースピードも変えられないし、フォーカス拡大もできないし、ピーキングもできないということになります。レッドのローで撮ってる時にフォーカス拡大ができない。で感度も変えられない。フォーカス拡大ぐらいはやりたいっす。でまたちょっと別の項目で、これ撮影したデータをですね Mac でねアプリでUSB 経由でですね Type-C 経由で、挿してパソコンに挿すとニコンのアプリ経由でデータをですねここを開けてメモリーカードを差し替えたりしなくてもバックアップすることができるんですけど、その時に、そのバックアップできること自体はとてもいいなと思ってて、いちいち電池蓋開けなくていいなって楽だなって思って、変換アダプターも必要になってくる CC フェスプレスのそれもなくていいし、そのアプリスタイルめっちゃいいんですけど、動画の場合ね MP4 しかなぜか記録、パソコンアプリ経由だと MP4 しか保存できず、なぜかローがですね転送できないんですよね。表示もされなくて、で USB でやってるしデータ転送なんだから別にスピード関係ないと思うんですよ。なのでローもできるようにしてほしいです。あとはちょっとモニターのプレイバック周りの話になるんですけど、こんな感じでですねケージを組んで外部モニターに接続して、シネマカメラライクな撮影をしているとするじゃないですか。でやっぱりですねこの時の、最初の反応は起動時の反応はいいとして撮影するじゃないですか。で普通にトリガーディックでねそういう機能があるやつはこんな感じでモニターの方の SD カードにも同時に記録することができるんですけど、レック止めました。でこっからのやっぱりプレイバックがね遅いんですよね。これはねちょっとなぜかわかんない。もちろんモニターの種類にもよるんですけど FX3 よりははっきりと遅いです。α7S3 よりも半分ぐらいの接続ですね。これ押してから表示されるまでは。でプレイバックもねほら再生して途中からなんか表示になるみたいな。もちろんタッチでこうやって再生すごいこれはしやすいんですけど、プレイバックこの表示を切り替えてからのこの表示し始めっていうのは結構遅いんですよね。ちょっと接続の問題もあるかもしれないんだけど、今出ましたよね。でプレイバックする。でこれでその画面変わったはずなんだけど、これがですね遅いんですよね。でモニター周りでいくと待機中に、例えば配信なんかでね HDMI でこのカメラの画面を出しますと、今 HDMI 情報表示ですね、出力映像への情報表示は今オフにしてますと。オフにしました。はい。だから HDMI への経由での情報表示は、ここに表示されているメニューは HDMI 経由だと出てないんですけども、セットアップメニュー入るとプレビュー時ですね、このメニューは HDMI 経由で出てきちゃうっていうことなんですよ。配信してる時レックしないで画面だけスルーで出す時はメニュー出ちゃいますね。でこれレック開始するとそもそもメニューに行けなくなるんで、そういう事故はないんですけど、レックしてない時のプレイバックに情報表示をオフにしてもメニュー画面が出てしまうっていうことがあります。出ないその情報表示でオンオフできるようにすればいいと思うんですけど、こういう細かいところもやっぱありました。なので、やっぱりそのシネマラインの一発目なんで、この HDMI タイプ D
ですね、マイクロ HDMI 端子であるっていうところに代表されるように、やっぱりデジタルシネマカメラとしては、現状その普及している FX3 等のモデルと比べると、やはり使いやすさは細かい点でまだ成熟してない部分があると思いました。やっぱりこのメニュー設定もほとんどニコンのね他のミラーレス機とメニューの、ね、構造も大体一緒なんで、別に動画だけに最適化してるようなメニュー構造になってるわけじゃないんで、その辺から見てもやっぱりシネマラインの第一発目のジャブの、モデルなんだなっていうふうに思います。なのでその辺の機能改善をされたモデルはおそらく出ますよね、50万とか80万のライン。なのでやっぱり旅カメラオールインワンで使うのが最高で、使えなくないけどプレイバックちょっと遅いですっていう、Z6-3 と同じぐらいの、プレイバックの遅さなんで、クライアントワークで例えばディレクターに毎回全カット確認するっていう時はちょっともしかしたらストレスフルかもしれないですね、そういうオールインワンの時はね。プレイバックだけ例えばこういう、これだったらトリガーでねレックしてるんで、こっちのデータをプレイバックする、こっちのデータをモニターに同時収録してそれをプレイバックするっていう方法にしないと、ちょっと少しストレスが、カメラ経由でプレイバック繰り返してるとストレスがたまるかなと思いました。でもう一個これは転売対策なんですけど、なんと ZR からメニューがですね日本語しか使えなくなっちゃったんですよね。英語に変えられなくなっちゃったんですよね。これはもちろんその日本と他の国で今円安なんで価格差があるんで、日本で買って海外でね安く転売されないための方法、防御施策だと思うんですけど、いかんせん僕は Z6-3 は英語で使ってるんですよ。英語で使いたいんですよね、僕は。そっちの方がかっこいいと思ってるんで英語で使いたいんですけど、英語で使えないんですよね。それも直してほしいですね。サービスセンターで例えば6000円払えばできますみたいな。で日本のパスポートなり免許証で日本人ですみたいにで1人1台みたいにして英語にできるようにしてほしいです。そしたら僕は英語にします。はい、そんな感じでですね ZR のですね気になった点、それから良かった点、しばらく使ってみた感想をまとめてみました。やっぱりですね、このサイズ感でオールインワンでしかもローが取れてレンズと含めても非常にコンパクトに収まる、バッグにも収納しやすいっていうところで、FP を超えるモデルがやっぱり FP の後継機とがやっぱり出たんじゃないかと思います。僕は FP まだ普通に旅に持っていくつもりでいるんですけど、普通の人ねやっぱりこういうオールインワンのモデルでスチールも大丈夫でロングシャッター大丈夫でみたいなの非常にいいんじゃないかと思うんで、細かい UI がもう少し改善するとすごく嬉しいなっていう思いましたので、ちょっと感想をまとめてみました。皆さんZR で気になる点ありましたらまたコメント等で、聞いてください。また ZR 使ってる方でね、僕がここが気になったみたいなご意見あればぜひコメントなりいただきますと幸いです。それではまた。